くです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。ついに Apple の発表会4月に開催、公式に決定いたしました。ということでですね、発表されそうな製品すべて、お話ししたいと思います。3月のイベントはなくてですね、なんとも言えない日々をね、僕も送っていたんですけども、ついに来ますね。来週開催です。今回iPad Pro はもちろんですね、こういったものをはじめですね、それ以外で出そうな製品とか、そういったものもね、ございますので、ちょっと楽しみながらね、見ていきたいかと思います。で、こちらチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったり、賢い買い方ですね、だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、チャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどんね、受け取ってもらえればと思います。で、また、いつもご覧になってる方もね、まだまだ 10% ほどしかね、登録、されておりませんので、いつも見てるんだけどね、まだ、チャンネル登録してなかったみたいな方はぜひしていただけると嬉しいです。で、あと、一番右の通知ベルもオンにしていただくとですね、最新情報、これ届きますので、こちらはまだ登録者の 9% ほどですかね。徐々に上がってきてはいるんですけども、ぜひ、こちらも通知ベルをオンにして最新情報を受け取ってもらえればと思います。あと、Twitter ですね。こちら日々ね、Apple の情報など、YouTube でね、言ってないこと以外も、更新してますので、さらにタイムリーにこちら見たいという方はね、ぜひフォローもね、お願いいたします。ということで、2021年4月ですね、発表会の、招待状が来ました。まさかのね、これ事前にSiriに聞いたら、教えてくれるっていうね、こういったこともね、あったんですけども、これからなんでね、Siriに聞くのがね、一番いいのかなっていう、気もしますが、はい。ただ日本語でちょっと話した感じでは教えてくれなかったので、英語バージョンね、限定かもしれないんですけども、はい。ちなみにこのやっぱ招待状っていうのはですね、大体発表会のこの1週間前ぐらいに、配られるものなんですが、この画像っていうかね、ものがですね、どういったその発表が行われるのかのね、ヒントになるんですよね。例えば昨年9月のものだと、iPad Air と Apple Watch、こちら発表されてるんですけども、青色がですね、要するに新色の iPad Air とかね、この Apple Watch のブルーのモデルだったりですね、あとペンで書いたような模様があるんですけども、iPad Air が例えばApple Pencil のね、第2世代に対応みたいなね、そういったものを示していたりですね、あと10月の例えば iPhone 12がね、発表された時の招待状っていうのは、丸い模様がね、重なってる感じでですね、速報ですっていうね、感じになってまして、日本語だと。で、英語だとハイスピードっていうね、表示ですね。だったので、5G 対応とかですね、この模様が通信が5G がね、例えば広がっていく様子だったりとか、あと、ホームポットミニも出たので、その形をね、表してたりとか、いろいろね、後から説明すると結果論みたいになるんですけども、こういうこともあると。はい。で、今回の場合はですね、結構カラフルな、色で、ペンで一筆書きでね、iPad Air 出た時の9月のやつみたいな感じなんですけども、日本のこのサイトの方だと春の祭典、っていう書き方で、英語ではスピリングローディドっていうね、ロードっていうのがね、一応バネに力を加えるみたいなね、意味っぽいんですけども、このロードっていうのが、要するに荷物を詰め込むとか、いっぱいにするみたいなね、満員とかそういう意味らしいんですけど、はい。例えばゲームで僕はCOD モバイルとか結構やるんですけど、リロードするとか、弾をリロードするとかね、言ったりするじゃないですか。あれに近いと思う。あれみたいな感じですね。リロードみたいな。いろんなおそらく製品が出るっていうね、詰まったみたいな、意味なのか。それかあとリッチとかね、裕福とかって意味もね、いろんな意味があるんですけども、はい。おそらくこれなんで iPad Pro のことなのかなとか感じたりしましたね。はい。ということで、まずね、登場しそうなのは、iPad Pro ですね。こちら新型なんですけども、これは100% 出るんじゃないかなと思います。はい。ようやく、来たかっていう感じでですね、待っていた方もね、これ非常に多いんじゃないかと思います。はい。僕もです。はい。で、iPad Pro のこの2021年モデルがどうなるのかは、細かいところはね、これ以前の動画で、しっかり話してますので、他の動画ちょっとご覧いただきたいんですけども、今回はね、簡単にどういう感じになるのか説明したいと思います。はい。で、一応2020年モデルっていうね、今のモデルっていうのは昨年の3月に登場したんですけども、iPad Pro っていうのは2018年にその大きな刷新があって、要するにその中身が変わった程度だったんですね。いわゆるその大きな変化がないマイナーアップデートでした。去年の場合は。一応 A12Z チップっていうのがね、今使われてるんですけども、例えば去年出たね、iPad Air 4には A14 チップっていうものがね、使われてるので、そっちの方が要するに高性能。性能的にはね、要するに iPad Pro とそんなないようなね、状態になってると。プロなのに。はい。で、新型のその iPad Pro には一応 A14X チップっていうものがね、搭載されるのじゃないかと言われておりまして、この性能が昨年11月に発表された新型の、M1 チップを搭載した MacBook と同等ぐらいのね、性能になるんじゃないかっていうぐらい。てか、それ以上になる、っていうか、それ以上になるんじゃないかっていう可能性もね、秘めてると思います。はい。というのは、この M1 チップっていうのはそもそもね、iPad ですね。A14 チップっていうのをベースに作られているので、
じゃあ同じぐらいの性能がで iPad でも出るよねっていうね。まあそれはもう同じぐらい出てもおかしくないだろうっていう、ことですね。はい。はい。まあ M1 チップ搭載した MacBook Air をね、僕もまあ3ヶ月以上、使用してはいるんですけども、まあこれも非常に薄型なんですけども、高性能で電池持ちいいので、これ非常におすすめでございます。はい。まあ詳細レビュー動画とか再生リストあるので、まあこちらご覧いただければと、思うんですけども、まあやっぱM1 チップとね、同じぐらいの性能がですね、冷却のファンとかないね、すごいまあ、今のモデル 5.9mm ってめちゃめちゃ薄いんですけど、まあそれが iPad Pro に乗ってくるんで、まあそれがね、やっぱこの厚くてごつい結構まあゲーミング PC とかいろんなね、Windows PC とかありますけど、まあそういったものよりも高性能になってくるってことで、これなかなかね、やばいですよねっていうところ。これ期待が高まると。はい。で、また画面に関してはこれからやっぱ普及していく技術ね、新しいもののこのミニ LED っていうものがね、搭載されるということで、まあ画面がおそらく今のね、まあ600ニットぐらいのね、ものの明るさなんですけども、まあさらにそれがまあ1000ニットぐらいね、まあなんか明るさのこれニットっていうのは単位なんですが、まあ明るくなったりとか、まあ見やすくなると。で、おそらく多分 12. ね、まあ9インチのみにね、搭載になると。まあ濃厚と、まあただされているっていうところなんですが、はい。まあ一応11インチと 12.9 インチの、モデルが、iPad Pro にはあるんですよ。最近ちょっとね、ブルームバーグとかがちょっと報じてるようにですね、まあミニ LED の生産自体にちょっとやっぱ問題とか、抱えてたりですね、新しいものであるので、やっぱ供給がなかなかね、今、まあこういった状況でもあるので、なかなか追いつかないっていうことでですね、まあなんで特にこの 12.9 インチはですね、まあ最初はちょっと最初の在庫っていうのに限りが、まあ結構あるんじゃないかとかですね、あとはまあ先にやっぱ Wi-Fi モデルだけ、発売になって、セルラー版、要するにまあ SIM カード入れてこう通信できるようなタイプの iPad は、なかなか後からこう発売するっていう形になるかもしれませんね。はい。まああとはこう iPhone 12みたいに 5G、対応するっていうのは、もちろん来るかと思いますが、まあセルラー版はなんで後々の発売か初期在庫とかちょっとね、少なかったりとか、もしかしたら初期ロットってね、結構初期不良とか、不良とか起こりやすいんで、まあそういうこともあるかもしれないです。はい。はい、まあデザイン的なところで言うとね、まあそんな大きな変化はね、まあないんですけども、まあおそらく iPhone 12 Pro とかに似た高級感のあるね、結構ラグジュアリーなね、感じのモデルになると思いますね。まあ新色、まあ例えばパシフィックブルーとかね、まあおそらくゴールドモデルとかね、期待していいんじゃないかなと思います。はい。まあなんでラグジュアリーなこう iPad がね、登場すると。で、そしてまたこう新型のね、マジックキーボードもね、一緒に来るんじゃないかって。いうことですね。はい。まあ一応以前の、まあ、動画でも説明した、こう中国のツイッターのね、ウェイボーユーザーのアンクルパンさんっていうね、なんかパンおじさんとかね、通称呼ばれてる方がいるんですけども、まあリーカーの人ですね。まあ新型のiPad 用かなみたいな、されるステッカーみたいなのが出てきまして、まあファーストとかセカンド、サードジェネレーションとかね、これ書かれてあるんですが、まあ要するに第3世代のこの iPad Pro ってまだね、まあおそらく来週出るということで、まだ出てないんですけども、まあつまりこれ新型用なんじゃないかっていうところで、はい。で、これが実際現在発売されるマジックキーボードの化粧箱にね、貼られてる、これ実際のステッカーなんですけども、まあほぼ一緒なんですよ。まあ、ということは、この新型の iPad Pro と一緒にやっぱマジックキーボードの登場もあるんじゃないかと。まあ、今在宅ワークとかね、需要あるので、まあ、なんで結構MacBook みたいな感じで、iPad が使えるようになるんじゃないかということですね。はい。まあ、どういった仕様になるのかってちょっと不明もね、まあ、情報もあんま多くないんですけども、まあ、1年くらい前に取られた、まあ、特許があって、まあ、そこから、なんとなく想像するところであると、まあ、ヒンジっていうね、こう曲げるところの下にね、ペンを入れる、ところがあるんですよ。まあ、スペースがあるので、おそらくこれ Apple Pencil とか入れて、持ち運んだりとかですね、まあ、充電できるようなものをですね、まあ、そういったところと、もう一つは、新しいこのヒンジシステムってことで、要するに角度調整、が今までよりもね、すごい高く上げれたりとか、結構改善されるんじゃないかなと思いますね。まあ、今のマジックキーボードって本当にもう、ほとんどね、角度調整できないような感じなんですよね。はい。あと、まあ、折りたたんで、こう、なんかお絵描きとかね、要するにペン使って描いたりするのも結構簡単になるように、まあ、なるんじゃないかと思います。まあ、なんで結構、まあ、マイクロソフトのね、サーフェスとかにかなり近づくというか、まあ、サーフェスみたいな感じですね。まあ、いろんな角度で、こう、iPad Pro とか、使えるようになるんじゃないかと思いますね。で、またこの招待状のね、書き方っていうかね、このペンみたいな書き方を見ると、もしかしたらこのね、まあ、Apple Pencil の第3世代、新しい新型の登場もあるかもしれません。まあ、これちょっと微妙なところなんですけど、まあ、新機能的なところだとですね、以前話したカラーサンプリングってね、呼ばれる機能なんですけども、まあ、現実の色っていうのを、まあ、例えばこう、Apple Pencil でこのね、例えばこの Mac の色をペンでタッチすると、その色をそのまま iPad でそのまま使えるみたいな。取り込めるっていうね、ほんともう SF 映画とかにね、こう出てきそうな機能っていうね。まあ要するにカラーセンサーっていうのがついてて、なんか光っていうのをね、測定して、そのまま iPad 上でそれを再現できるみたいな。
はい。そんなことできんのっていうね、感じなんですけど、まあそういったような特許の申請をまあ正直出してたりもするんですよね。はい。まあ Apple Pencil 自体はやっぱ2018年の10月ですかね。もう2年以上だから経ってるのでね、まあそこからやっぱ刷新ないので、まあそろそろまあ出てもいいのかなっていうところではありますね。はい。とか出てほしい。はい。で、価格についてはですね、iPad Pro の価格については、まあ現行のものとおそらく同じ、なんで税込み今93,000ぐらいからなってるんですけども、まあ、それぐらいになると思いますね。はい。で、いくつかちょっとコメントいただいてね、気づいたのがですね、新学期キャンペーンがね、4月20日までなんですよ。なので、もしかしたら、で、発表会4月21日なので、もしかしたらちょっと対象外になるかもしれないとか、これわざとずらしてんのかなっていうレベルですよね。はい。ただ延長する場合もあるっていうね、まあ書かれては一応いるので、まあ実際1回、4月7日から20日に延長されたんですよね。まあただあんまりちょっと期待はしない方がいいと思うんですけども、はい。まあなんでちょっと2020年モデルをじゃあ期間中に買うのか、今のモデルを買うのかどうか迷うっていうところなんですが、まあ実際そんな無理して買う必要はないと思いますね。はい。まあ例えばじゃあ購入、まあとりあえずしといて、届いてから一応ね、Apple 製品ってのは14日間ね、届いてから14日間は返品普通にできるんですよ、なんでも。まあなんでちょっと発表見てみて、新型がじゃあ対象に入ったら、例えば返却するみたいな。まああんまちょっと良くないかもしれないですけど、はい。まあそういったのもありなのかなと思います。はい。まあ一応 Apple Store から、まあ新型出ると旧型っていうのは消えちゃうんですけど、まあ Amazon とかでね、別に安く買えたりとか、普通の家電量販店とかで売ってたりするんで、まあ無理に別に買う必要はないかと、まあ思うんですけどね。はい。で、一応まあ Apple 製品をこう安く買う方法みたいなの他にもね、あったりするので、以前の動画で、こちらの動画で、詳しく説明しておりますので、こちら来週に備えてね、今のうちにちょっとご覧いただければと思います。はい。これ結構役に立ちます。あとはずっと噂されてるね、AirTag ってものもね、来るかもしれません。まあこれはいわゆる落とし物防止タグってね、呼ばれるものなんですけども、まあ鍵とかにつけて iPhone でこう場所をね、探せるみたいなものなんですけど、で、最近になって、なんかその Find My Certification Asset っていうね、まあそういった提供をApple 開始してまして、まあこれどういうものかっていうと、要するにこれからまあ iPhone とかで、まあ今回出てたのは、電動自転車とかかな。とかが、まあ、対応して、要するに自転車の位置とかをその iPhone で探せるんですよ。ここにあるみたいな。まあそういったものがリリースされてたんですけども、まあ今回のものは、まあそれの、テスト用のアプリが、まあようやく提供されたっていうことで、まあそういうことから考えると、まあ AirTag の登場はね、もうそろそろだと思うんですけども、今回出るのはね、まだちょっと早いのかなっていう気は、個人的にはしてますね。はい。まあそのうちただ出るとは思います。うん。で特になんか最近ね、Apple がね、その YouTube にアップした、なんか、まあこれ英語のやつなんですけどね、まあ iPhone の、まあ初期化する方法をなんか説明した動画の中にですね、なんか AirTag っていう文字がね、入ってて、まあうっかり出ちゃったんですよ、これ完全に。まあ見つかっちゃった、設定画面からね、こう書いてあるのが見つかってるので、まあそのうちやっぱ来るのかなっていう気はしますね。はい。はい。で、あとは、Apple TV、これ新型も来るかもしれません。で Apple TV は、テレビとかにつないで、やっぱインターネット経由でね、こう動画とか、楽しめるものですね。まあ、最近やっぱ YouTube とかね、Netflix とか Hulu とか、サッカー好きなんでダズンとかね、見たりしますけども、まあいろんなこう、ストリーミングサービスとか、見れますね。はい。まあ Apple TV 本体はやっぱ2017年9月ですかね。これ発売してから4年間ないんですよ、アップデートは。はい。まあそろそろ来るんじゃないかっていうことで、まあ A10X チップっていう古いのを使ってるんでね、新しくなってほしいんですけど、まあ Apple TV にもしかしたらそのゲーム用のコントローラーみたいなのをつけて、そのゲーム用途で使えるようにね、してくる構想っていうね、あるんですけども、まあただそういう構想で使ってるのはまだ早い感じもちょっとしてまして、一応アーケードというゲームがまあ月額までで600円払うと、100タイトルぐらいですかね。なんか遊び放題のゲーム、サービスがね、もちろんあるんですけども、これぶっちゃけなんか微妙なんですよ、ゲームが。ゲーム自体の中身がちょっと微妙なので、正直 Apple TV 出しても売れんのかなっていうところがあって、まあ出るとしても、まあ今のような、まあ普通にストリーミングできる感じで、まあ出すっていうか、あんまゲーム用途で出すとなんか売れんのか、売れない気がするっていうかね。はい。なんかいいゲームがないとやっぱりゲーム機ってね、売れないと思うんで。はい。で、最後ね、これ一番ちょっとね、期待できそうなのが、今回、まあワイルドカードというか、サプライズ的なところが、これ、新型の iMac ですね。はい。これ iMac はやっぱ特に10年ぐらいずっともう同じデザインですよね。このデスクトップバージョンのMac なんですけども、まあ、これ来るとかなり結構大きなサプライズになるんじゃないかなと思います。はい。特に今回の招待状っていうのはカラフルなんですよ。はい。
このカラフルが、まあちょっと何を意味してるのかわかんないんですけど、まあそれはおそらく新型 iMac のこのカラフルバージョン、まあ iPad Air みたいなカラフルデザインが結構期待されたりするので、まあそこなのかなっていうところが結構ありますね。はい。まあ出るとすれば、おそらく iMac21 インチの後継モデルで、まあおそらく画面がこう大きく24インチぐらいになるんじゃないかと言われております。まあ、なんでやっぱ発表会をわざわざね、こう開いてやるということなので、まあ iPad Pro も出るのは正直もう分かってるんで、じゃあその中でね、やっぱ開催する意味っていうのが、まあオンラインのね、開催って言ってもこう撮影したりとかね、結構編集とかも結構ね、やっぱすごいんで、かなりお金かかると思うんですよ。まあそれをね、やるってことは何かしらそのインパクトのあるものというかね、そういったものがないと発表会をね、する意味がないと思うんで、まあそれは僕はなんか iMac なのかなっていう感じはしてますね。まあおそらくなんか M1 チップとか搭載してカラフルで出してくるんじゃないかなと。はい。まあ出ないかもしれないですけど。まあただ本当の確率としてはね、やっぱ6月のWWDC の方が、まあ高いとは思うんですけどね。時期的には出てほしいとは思うんですけどもね。はい。ということで皆さんはね、どんな製品が出ると思いましたまた、欲しいと思いますかはい。ぜひちょっとタイトル下のコメント欄からね、コメントをいただければと思います。で、今回の動画少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ぜひ通知ボタンもね、押して最新情報を受け取ってください。で、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。